はい、皆さんどうもこんにちは、エーサーです。今日もご視聴ありがとうございます。ということでね、今日は清流祭で登場したスーパーサイヤ人3ゴテンクス。こちらがね、無凸なんですけど、リンクマックスになったんで、ちょっと使っていこうかなと思います。で、左右にね、パッシブスキル、貼ってあると思うんで、そちら参考にしてもらいながら、ぜひご視聴いただければと思います。でステージはね、スーパーサイヤ人孫悟飯青年期のステージですね。で、特に注目して見ていただきたいのが、5周年のキャラ、ベジータとゴジータいると思うんですけど、そちらとリンク相性が非常にいいんですよね。7分の6リンクします。そこをね、ちょっと見ていただければと思います。で、いきなりこうピンチですけど、先手に弱いキャラクターたちばっかりなんで、悟空ここ1枠目で使うと高確率回避なんですけどね、全部避けて効いてねえぞとかっこよすぎるわ。で火力もね 2,3 番手の方が出ます。で今回は短期決戦リンク持ってるのもちょっとあったんで、劇場版ヒーローと最後の切り札のリーダーであるね、この龍拳悟空を、リーダーフレンドに編成して使っていこうかなと思います。でこの悟空なんですが、悟空じゃない、これあとリーダースキルでカメハメとスーパーサイズ3持ってれば 200% で使えるんですよね。でゴテンクス両方持ってるんで 200% サンドで使えます。でちょっと今日から自己紹介も兼ねて自分のこともちょっと動画で話していこうかなと思いまして、ちょっと自分のねYouTube の名前も変えました。前ねエースターのドッカンバトルだったんですけど、今回からエースターの、ゲーム実況しながら、雑談みたいなやつに変えてますんで、よろしくお願いします。ここですね。まずは、悟空とここスーパーサイヤ人短期決戦カメハメハ超激戦か4つだけリンクしてます。ちょっとゴテンクス登場してるんで、雑談はせずに見ていきたいんですけど、はい、2200万でからの、1100万ゴテンクスね、確定で必殺追撃持ちっすね。で、気力メーター24だったら必ず会心が発動するんですけど、気力メーター20は簡単にいきます。めちゃめちゃ簡単にいきます。自前の気力プラス7もあるし、属性気玉取得で気力上がるためにさらに気力プラス1なんで、1つ取ればプラス2になりますね。技気玉だったらプラス3になるんで、めっちゃ気力メーター24に持っていきやすいです。じゃあ雑談、自己紹介っていうところで、自分名前エースターっていうね、YouTube 名というかドッカンバトルの名前にしてるんですけど、他のゲームとかも結構そういう風に名前エースターって使ってて、この名前にちょっとした経緯なんですけど、興味ある人いるかなこれね、一人で喋ってるんでね、やっぱ会話形式でこう、ライブ配信とかでこう話せたりとか、隣に人がいるところで会話しながら喋ってた方が、話しやすくはあるんですけど、エースターっていう名前にしたのが、自分がですね、その当時もう10年ぐらい前になるのかな、ソウルイーターっていう、漫画、永遠の消防隊書いた方の漫画と、あと、ワンピースにハマってたんですよね。でそこでピンってくる方もいると思うんですけど、
ワンピースだとまず、エースっていうキャラクターが僕一番好きなキャラクターで、エース、そこからエースタンでエースタ取ったんですよね。でソウルイーターにブラックスターというキャラクターがいるんですよ。これまた自分の好みにすっごいマッチしためちゃめちゃ好きなキャラクターで、ちょっとおバカなキャラクターではあるんですけど、やるときはやるみたいな、すごい男気にあふれたキャラクターなんですよね。で自分結構この男臭いキャラっていうのはもう大好きで、無彩とはちょっと別で男臭い、ドラゴンボールでもバーダックとか未来ご飯とかめちゃめちゃ好きなんですけど、そういったキャラクターが好きで、そのブラックスターというキャラクター好きだったんで、エースターのスターもエースとブラックスター合わせてエースターっていうことで合体させて、そういった名前を作りました。あんまりね発音的にはエースターってよろしくないので、例えばなんですかね、区切れた方がなんかあるかな、3文字とかね、そういう風に区切れた方が分かりやすいし、愛着を持ってもらえる名前なのかなと思ったんですけど、結局そのまま来てます。一回ねYouTube 上で名前をねバーダック好きだからごぼうみたいな感じに変えたんですけど、あんまりしっくりこなかったんで結局すぐ戻しましたね。はい。これちょっと待ってください。はい、ゴジータとゴテンクス並んでます。ただここはもうゴジータが倒しちゃいそうですね。1300万で、ゴテンクスは敵の攻撃を1回受けるとアタックがそのターン中だけ上がるキャラクターではあるので、できれば1番目に置きたいキャラクターなんですよね。1番目に置けるキャラクターというだけで魅力的ですけど、今回はちょっと攻撃できずというところです。で自分がエッサーという名前にしたのはそんな感じの経緯ですね。本当単純。他のドッカンバトル YouTuber さんとかどうなのかな。自分の本名をもじってとかそういう方もいらっしゃると思うんですけど、多分ね某地球育ちさんの方は多分自分の名前をもじってんじゃないかなと思うんですよね。分かんないですけど、というところで名前はそんな感じですね。ちょっと今ゴジータが喋ってたんであとは、自分この喋り方でちょっと分かっちゃうと思うんですけど、てか自分のドッカンバトルの YouTube とか YouTube とあとTwitter、X ですね、 X をやってるんですけど、そこフォローしてくださってる方いて、その方にもちょっとすぐ気づかれちゃったんですけど、自分が、九州ですね、九州のこれちょっと個人情報になっちゃうか分かんないですけど、北九州というところねで生まれて、で北九州に子供頃しかいなかったんですけど、その後はね、ずっと福岡県ですね。福岡って言っても広いんで、そこのちょっと福岡県どこっていうのはちょっと伏せさせていただきますけど、田舎の方で育ってっていうところです。自分が今年齢も30代になるんですけど、子供のちょうど小学生の頃ですね、ドラゴンボール Z がねやってた時で、大体のねそれでバレちゃうと思うんですけど、リアルタイムでやってて、ちょうどフリーザ編とかセル編かな、もちろん V 編も見たんですけど、メインでやってた時かな。でもうめちゃめちゃやっぱドラゴンボール大好きで、その当時の子供たちって男の子でドラゴンボールにハマってない子なんて少なかったでしょうね。もうクラス中の男の子ハマってて、確か水曜の7時からかな、ドラゴンボールあったの。その時にもう
もう次の日はドラゴンボールの話題で、まあ、持ちきりですよね。でただドラゴンボールその時尺めちゃくちゃなんか前回のあらすじみたいなのがめちゃくちゃ長くて、もう漫画に追いついちゃうからでしょうけど、めっちゃ時間使ってたんですよね。なんか5話経っても一応話全然進まないみたいな。ゴテンクス今2800万900万ぐらい出してたかな。スマホで撮ってるんでね、あんまり画面大きくなくて見えにくいんですよね。そう、それでね、もうほんと次の日持ちきりでしたね、話。で、その時、まあこういうゲームとか、まあ、スーパーブドウ伝とかあってやっぱやってたし、あとはそのカードダスね。カードダスもめちゃめちゃ引いてたし、あと年コスね。その当時50円ぐらいだったかな。スナック菓子があって、丸いスナック菓子とか入ってるんですよ。で、スーパーに売ってて。その中に麺粉が入ってるんですよね。小さい麺粉。で、中にはシルバー、ゴールド、キラ麺粉っていうのがあって、それめちゃめちゃ買ってたな。あと、それ小1、2ぐらいなんですけど、駄菓子屋で、ドラゴンボールのね、それも麺粉ではあるんですけど、ミニ麺粉じゃなくて、まあ普通の麺粉。ちょっと大きめのサイズなんですよ。で、20円で売ってて、でそれ、こう、2枚入ってるんですけど、麺粉が。ビリッとこう、開くと、その麺粉の裏に、3等とか4等あったから3等、2等、1等、特賞とかね、あるんですよね。で、それ当たると、もっと大きな巨大な麺粉と交換してもらえるって、もちろんドラゴンボールのね、やってて、それの時にね、初めて特等当たったんですよ。で、ネットとかで見るとその麺粉出てくるんですけど、サイヤ人編の悟空とベジータが、こう、丸い麺粉ですよ、ね。丸い麺粉で両サイドに塗ってて、で、ちょっとキラキラしてるんですけど、っていう麺粉が一番巨大な麺粉であって、めちゃめちゃかっこよかったんですよね。で、自分が何を思ったか、その麺粉を、袋開けて、そのままだったら、まだ袋開けただけならいいんですけど、その、悟空とベジータのとこだけ、小1、2ぐらいだったんで、なんか切り取りたくなっちゃって、ハサミで切り取り出したんですよね。もうめちゃめちゃもったいないことしてて。で、小1、2だから切るのが下手いし、で、一応悟空とベジータと切り取ったんですけど、まあもうなんか悲惨な結果に終わってですよ。なんかぐにゃって曲がるし。いや、今思うとあれ何してたんだろうと思いますけどね。取っといてすごいプレミアがついたかとかわかんないですけど。ゴテンクス反撃。ゴテンクスは気弾系の必殺技を受けたら、反撃します。で、確定開始ですもんね。結構強いよね。で、今2900万ぐらい火力も出たかな。いや、本当にあれ後悔してますね。多分袋も開けてなかったら今でも取ってたと思うんですけど。いや、そんな感じで。で、あとカードダスの方は、なんか、スーパーかな、デパートみたいなとこで、100円のガシャと20円のガシャがあったんですよ。100円で引ける方と20円で。今多分20円で引けるやつとかないと思うんですけど、で、その時に今60円だけ持ってて、どうせキラ当たらんやろうなと思って3回だけ引いたんですよ。そしたら3回目で、悟空とベジータとトランクスがこう、普通のノーマルな状態で乗ってるキラーカードが当たったんですよ。で、めちゃめちゃかっこよくて、うわーと思って、ドラゴンのカードダスもね、3種類ぐらい種類あったかな。なんかバトルポイントみたいなの乗ってるやつと、あとなんか右下の方に数字で10とか11とか12とか、あとマックスみたいに乗っててっていうゲージがあるのと、あとなんか鳥山明さんのイラストモチーフにしたようなカード
なんか緑カーキっぽい色のカードがあって3種類ぐらいあったんですよね。どれもかっこよくて、でその中のそのマックスとか書いてある今2番目にいったカードだったんですけど、でそれがただのキラーカードじゃなくて全然知らなかったんですけど、友達に教えてもらったのが、これ裏めくれるんじゃねって言われて、それキラーカードのとこ一応めくると、なんとそのスーパーサイヤ人だった悟空、ベジータ、トランクス出てくるんですよ。なんかダブルキラーカードみたいなのがあって、と思って、うっそやん、めちゃめちゃかっこいいやんって言って、その当時の一番そのカード出す中でレアなカード当ててたんですよね。あれはテンション上がったな。めちゃめちゃかっこよかったです。フリート、いやかっこいいね。さあゴテンクスのちょっと打ちましょう。ここここ最後かっこいいよな、ボーンってなるとこ。そうそう、そんなカードも当てましたね。ただその友達にね、なんかね、別のドラゴンボールのカード出すのキラーカード当てて、いやこのカードなんか俺に預けときゃもっといいカードに変えてあげるよみたいなこと言って預けてたんですけど、そうなんだと思って、小2の頃だったかな、預けて、そしたらなんかいつまで経っても帰ってこなくて、パクられたみたいな。その人2歳ぐらい年上だったんですけど、なんか俺自分の当てたキラーカードをただなんかパクるためだけにそういう風なこと言って、で最終的には返さないっていうね。最低でしたね。そんなやつもいましたけど、いやあの時今もねカード出すみたいなのないのかな、ドラゴンボールの。トレーニングカードとかありますけど、そんな感じでした。でこれからもねちょっといろいろテーマ決めて喋っていくかなと思うんで、よかったら、お付き合いください。ということで、今日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。